はい、それではガンノートをスタートしていきたいと思います。今日のゲストは、はたちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい。今日はね、ちょっと私、とある大学のちょっとキャンパスの中から、ちょっと収録をさせていただいております。そうですか。そうなんですよ。はい。ご好意でちょっとお借りをさせていただきまして。はい。はたちゃん今ご自宅ですよね。自宅です。はい。参加してくださってありがとうございます。こちらこそどうもです。ありがとうございます。はい。今日ですね、ちょっといろいろお話を聞いていくにあたって、ちょっと自己紹介、ガンノートの紹介などをさせてもらえたらと思っております。まずですね、はい。私の名前が岸田と申しまして、25歳と27歳の時に肺細胞腫瘍という珍しいがんに罹患をいたしました。その経験をもとにガンノート代表理事をしているんですが、ガンノートはですね、がん経験者さんのインタビューを、ユーモアを交えつつお話をちょっとね、していくような、そんな番組となっております。家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、育児などですね、日常生活にフォーカスした、そういった経験談など、お届けをしているものになります。そんな中でですね、はい、今日のゲストなんですけれども、はたちゃんになります。はい。いつもはたちゃんと言ってるので、ちょっとね、はたちゃんと呼ばせていただければと思うんですけれども。どうぞ。はい。はたちゃん、ちょっとこの書かれているところをですね、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。私、畑香織と申します。富山県出身で、富山県在住の47歳です。で、家族構成は両親と妹と弟と暮らしています。仕事は公務員をしてたんですけど、今は退職しております。で、趣味は、旅行に行くことが好きで、あと、何でも物を作ることが好きです。物を作るって何？物を作るってこだわってはなくて、手芸でもいいですし、木工でもいいですし。そうなんですね。じゃあ、ご自身の手で作るんですね。料理でもいいですよ。なんかゼロから作るのが好きみたいな。はい。すみません。がんの種類お願いします。で、がんの種類が自家腺がんということで、おたふく風邪の時に腫れるところのがんです。で、ステージは、診断時は、そもそも良性治療で取ってるんですけど、良性治療で取ったら、がんだったいうことで、腫瘍の大きさが、2.8以下、とりあえず、ステージ2ギリギリに行かなかったということで、ステージ1だったいうことです。で、告知は33歳の時で、治療は、手術、放射線、薬物療法、フルセットでやってます。で、今は緩和ケアに移行して、対処療法をやってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そういうふうなね、はい、はたちゃんのね、経験談、いろいろお話を聞いていこうということを思うんですけれども、はい、この後ですね、感情の浮き沈みなどグラフでこう表させていただければと思います。また、今回ですね、個人の経験談でございまして、特定の治療などを推奨しているわけではございません。ご自身の病気や主治医にね、ご相談いただければということを思っております。はい。ではですね、ちょっとはたちゃんのですね、ペーシェントジャーニー、こちらに、すごい上と下に振り切ってますよね。なんですよ。結局、闘病生活が14年あるんで、それをギューってやってて、ハイライト撮ってるんで、どうしてもこうなってしまう。もしかして感情の起伏が激しい人なのかもってきた。いや、すごいね。ハイライトを聞い取ってるのでって言ったところでね。はい。ほんまに激しい人か。もう、それはね、もう皆さん、この経験談を聞いて、ご判断いただければと思いますが。まずはじめ最初、一番低いところからスタートするんですね。そうなんですよ。はい。それがこちら。連日の残業ということで、これはもうお仕事が大変だったってことですね。大変でしたね。今思えば、この14年、がんで精神が病みそうって思ったことはないですけど、この時ばかり仕事で病みそうと思ってましたもん。そんなね、もう精神が病みそうな、そんな、仕事、お仕事の話はまた詳しく、また後でも聞いていきますが、その中でね、
ちょっとだけ、はい、上がっていきます。それが、こちら。口が痛くて病院へといただいてますが、最初はなんかあれですか？口がなんか腫れてきたとか、そういうあれなんですか？最終的に唾液腺の病気だって分かるんですけど、それまで分からなかったもので、なんで、物食べる瞬間とか、何かを食べようとした想像した瞬間、唾が出た時に痛くて、結構痛いんですよ。で、ちょっと職場の人に痛いんですけど、言ったら、病院行ったらどうって言われて、なら行きましょうか、いう感じで。これ、職場の人に言われなかったら多分行かなかったと思います。私病院怖かったんで。そうなんですね。絶対針刺されるとかと思ってましたもん。ここに。怖い怖いって。唾が出るときに痛みを感じるんですか？そうなんです。結果的にそれは、癌がそういったところにあったから、なんか。だと思います。腫瘍圧迫してたと思うんで、腫瘍取った瞬間、食事したり全く痛くなくなったんで、多分圧迫してたんだと思います。ああ、そういうことです。そんな、中で痛くて、職場の人に言っていただいて病院に行きます。で、行って、こちら、手術、もうすぐ手術するんですね。だいぶかかりました。10月に、病院に行って、手術は12月の8日、12月の頭ぐらいにしました。もう病院に行ったらどう言われたんですか？最初はここに書いてあるように、良性腫瘍だという、私のがん、ちょっと良性腫瘍っぽい顔つきなんですよ。なんで、MRI 取っても CT 取っても、どうも良性腫瘍じゃないか、いうことで、で、さっきの話じゃないですけど、連日仕事してて、合法的に休みたかったもので、手術します。先生は、ここに大きな傷できるから、結婚とか、出産のタイミングでされる方もいますよっていう話だったんですけど、私はしますって、即しますって、すぐしたんですよ。はい。それぐらい痛かったっていうこともあるんですよね。痛かった、合法的に入院したかった。で、手術で、それはもう簡単な手術なんですか？それとも結構大掛かりな手術ですか？自家腺で、なんか専用とか診療とかあった。私、診療って深いとこだったと思うんですけど、でも2時間弱って言ってましたからね。全身麻酔の手術で。で、割と経過見る人も多い、良性腫瘍の場合、経過見る人も多いらしいんですけど、とりあえず取ってもらったいうことですね。取りたかったって言ったところで取っていって、で、そしてその後、ガクンと下がっていくのがこちらですね。眼告知。はい。悪かったってことですよね、これは。良性腫瘍と聞いてて、順調です、順調です、もうそろそろ退院ですって言われた時にこれなんですよ。やっぱ取ったものは悪かったですっていうこと言われたんですか？そうですね。良性とは言い切れないものが出ましたと。どうも。で、詳しい確定診断をまだなんで、一旦退院してくださいっていうのがこの願告知ですね。正確な願告知ではないんですけど、良性腫瘍ではないものが出たという告知ですね。肌ちゃん、その時の気持ちとしてはどうなんですか？この自家腺腫瘍も9割が良性で、悪性腫瘍が1割っていうのは、当時のガラケーでちょっと入院中調べてたんですよ。で、まさか1割にはならんだろうなと思いたかったんですけど、1割かみたいな感じですね。あと、この時、まだ15年ぐらい前なんで、がんイコール死みたいなイメージちょっとあったんで、私死ぬのかなってちょっと思いました。そのような中でね、ちょっとまた上がっていきます。それが、薬物療法 TS1、そして放射線66例は結構なんか多いようなイメージがあるんですが、この治療されていく、これは上がっている理由としては何なんでしょう？そうですね。がん告知されてすごいショックだっ
ったんですけど、主治医の先生が、どんな治療しても全力で、治療しますって言ってくれて、そんなことおっしゃっていただけるなら私も頑張りますみたいな感じでですね。やっぱり全力で治療しますって言われたら嬉しいですよ。はい。そっか、じゃあこの上がっているっていうのは、どちらかというとこの治療がすごく良かったっていうよりも、その主治医とのその関係性が良くて、それで頑張っていこうっていう意味では上がっている。そうです、はい。頑張ろうですね。放射線治療をしたときに、はい、畑ちゃんに写真をいただいてます。それがこちら。はい、そうです。この写真は、はい。66グレー終わった直後に記念写真ですね。きっと。で、66グレー当ててるんで、うっすらと、赤いところと赤くないところの境目がちょっと見えるかなと思います。で、あと、自家線の手術した後もちょっと見える。あ、そこです、そこです。境目が。そこです。ちゃんと境目できるんだなと思いました。自家線の手術これ？あ、それです、それです。あ、そうなんですね。ここを切ったんですね。はい。フランケンシュタインみたいな傷ができたって当時言って。66グレーの放射線って何日ぐらい通うんですか？1ヶ月くらい通いました。2月いっぱいは通ってましたね。はい、そしてちょっとね、ここからまた下がっていくの怖いんですけど、ちょっとレイアウトをね、今回新しくちょっとしてみたんで、こんなレイアウト、はい。はい。下がっていきます。それがこちら。肺に転移をしていくということで、そっか。肺転移。4年経ってそう言われたんですよ。ああ、そっか。12年から16年になってますね。4年経って肺転移したって言われたんですね。ちょっとずつ CT に小さい影があって、肺結核かもしれないとか、カビかもしれないとかって言われて、ずっと経過観察してたんですけど、ちょっとずつ大きくなってるんで、これは肺転移だろういうことで言われました。3月ですね。転移分かっても、この白色、ネガティブでもポジティブでもないというふうな吹き出しにはなるんですけど、そこまで動じなかったってことなんですか？カビかなってちょっと思ってました。いい方に。いや、結局、生検してないもんで、他の、CT 見たら分かると思うんですけど、白いつぶつぶと何が違うんやろうとかって思ってたのと、あと、一縷の望みで、整形してないからカビかもしれないとかってちょっと思ってましたね。ああ、そっかそっか。そういうことを思ってっていうことなんですね。ただその中でより下がっていく、それがこちら。骨転移。骨まで。はい。骨転移は CT 見たんですけど、素人目が見ても溶けてました。わあ。どこの骨に？うん。胸椎10番目ですね。T10 です。で、骨転移って痛いってかってよく聞くもんで、終わったって思いましたね。ああ、だからもう痛くもなるし。そうで、ここからずっと痛い人生だなって思ってました。そっかそっか。いや実際痛かったですか？いや、そこまででも。すごいね。そんな中でもね、本当なんかいろんな活動的でね、いろいろ、幸い、そんなに痛くない骨転移だっていうのが不幸中の幸いなんだと思う。はい。そんな中でちょっと上がりますが、これは薬物療法、ドセタキセル、また抗がん剤をしていくということなんですね。そうですね。骨転移までしてるのと、この短い間にも一度再発してて、それで生検した結果、またがん細胞出てるいうことで、ちょっと薬物療法再開しよういうことで、ドセタキセルをちょっと試してみることになりました。ああ、そっか。はい。この薬物療法はさっきよりも低いんですけど、その理由は何かあるんでしょうか？
タキセルは髪の毛、思い出しました。髪の毛が抜けるのがすごく嫌で、髪の毛抜ける抗がん剤だったもので嫌だったのと、同時に私血管、採血とかルート取れる血管が、ろくな血管がないもので、もうこの時点で CV ポートにしたらいいって言われてたんですよ、この時点で。で、CV ポートの増設もしなきゃいけないことで、体に異物入れるのもちょっと怖いタイプの人間だったもんで、嫌だって思いながら入院してました。でも仕方ないな、みたいな。そして、薬物療法されていった中で、こう上がっていくのが、ディズニーランドでのカウントダウンということで、これもね、ちょっとお写真をいただいております。それがこちら。行ってきました。ドセタキセル打った後に。打った後に東京に行って。はい、そうなんですよ。実は31日、カウントダウンなんで31日なんですけど、28日の時点で白血球、好中球がめちゃくちゃ少なくて、年末年始入院するとも言われてたんですよ、そこのまま。でも、ディズニーランド行きたいですって主治医の先生に言って、白血球上げる注射打ってもらって、無理やり行った感じです。そうなんですね。はい、ただ、やっぱりこう、すごくこう上がってるってことは行ってよかったってことですよね。よかったです。そう。よりによって、なかなか当たらないのに、この年に当たったんですよ。抽選制なんですね。そうなんです。抽選で、ようやく当たったと思ったら、年末年始入院しないといけないかもしれませんって言われて、ちょっと31日にディズニーランドに行きたいんですけどって言って、それなら退院しましょう。で、そこは調整してもらったんですね、そうです、調整してもらいました。はい。そんな中で、次こちら。薬物療法、オプチーボされていく。またお薬が変わるんですね。そうね、ここのディズニーランドのカウントダウンからオプチーボまでシスプラチンとか、アービタックスとかもやってて、それで、この時にオプチーボですね。だいぶ後ですけど。ね、この間に実はお写真もいただいておりまして、それはこちら。はい。これはシスプラチン打ったって入院してる時の写真ですね。ウィッグですね。やっぱ髪の毛も抜けてしまってっていうことですよね。そうですね。はい。ウィッグはご自身で用意したんですか？ウィッグです。買いました。はい。なんかどこで買ったとかっていうのはなんか気になったところでって感じ？地元、やっぱりネット検索をして、ウィッグで地元の名前入れたのかな。で、ちょうどあったもので、そこで、予約して見てきて、どれにしようかって選んできたって感じですね。そんなね、で、これ自分に合わせてカットしてもらってるんで。そうなんですね。はい。ね、そういうことしてくださいますもんね。方とかね。そんな中で、そのね、様々なこの、プチーボをやる前にいろいろ様々な治療を経てっていう形になりますけれども、はい。その結構後にオプチーボされていて、これはどうだったんでしょう？この時、オプチーボがニュースになったぐらいの頃で、よく聞くとかっていう話も聞いて、自分も聞いたらいいなっていう思いで、投薬してもらいましたね。はい。ただ、4回目で間質性肺炎が出て、あっさり終わりましたけど。そうなんですか。2ヶ月ぐらいだったかな。CT 取ったら白い影が出てきて、間質性肺炎が出てるんで、やめましょうって即やめましたね。そっか、だから下がってんのかな、こちら。はい。無治療ということで。そうなんですよね。この間、無治療に行くまでに、腰椎の放射線治療とかもやったり、リンパ節また、の手術もしてたりしてるんですけど、それ一通り終わって、
もともと今の私の自家洗顔のタイプの場合は、成長が感度なものだから、ちょっと様子見てもいいんじゃないかって主治医の先生から言われて、からしばらく抗がん剤何もなしな状態だったんですけど、やっぱり言われたら、抗がん剤何もしないっていう状態だったらどんどん悪化していく一方なんで、すごいショックでしたね。そっか。さすがに、この頃は何もせずしてもそうしたらすぐ死んじゃうんじゃないかって思ってましたね。今死んでないですけど。そうですよね。何もやっぱね、してないと不安になりますよね。なります、なります。そっか。そんな中でね、上がるものがあります。これが、肺転移縮小ということで、これは、無治療になってるけど、そうなんですよ。私も無治療になって3ヶ月くらいした後の CT で絶対悪化してると思って、結果聞きに行ったんですけど、縮小してますねって言われて、本当ですかとかっていう話してて、でどうも免疫チェックポイント阻害薬って免疫自体を強化するもんで、打たなくてもちょっと効果が持続するらしくて、そのおかげで肺転移が縮小したんじゃないかいうことで、おそらくジーボのおかげで何もしなくても肺転移が縮小したんじゃないかいうのが主治医の先生の話です。それはよかった。はい。そんな中でね、ここでまだ半分ぐらいですからね。こっからまた下がっていきます。それが遺伝子パネル検査でございます。遺伝子パネル検査。これは、遺伝子パネル検査を、これは畑ちゃんが受けたいって言ってなったのか、それともどういう流れになったんでしょう？無治療の前にリンパ節の転移の手術をして、で大学側に標本はあるとは思ってたんですけど、やっぱこの頃もやっぱり遺伝子パネル検査がちょっと保険適用になったぐらいの頃で、やっぱネットで調べてて、調べてたら検体が3年くらいでちょっと不正確になるいう話をちょっと見かけて、で今リンパ節で取ったやつを使わないともったいないなって思って、自分遺伝子パネル検査の適用になりますかって主治医の先生に聞いたら、適用になりますよっていうことだったんで、どんどん手続き進めてもらったって感じです。ね、で手続き進めていって検査を受けた、ただ下がっているのは、これはなんか結果があまり良くなかったってこと？今でもだと思うんですけど、遺伝子パネル検査って1割だけが有効な薬剤につながるって言われて、実は私つながったんですよ。すごい。びっくりですよね。つながってやったと思ってたんですけど、ありましたけど今使いませんっていう結果だったんです。どういうこと？保険適用になっていない。で、そもそもなんか保険適用でなってなくて、患者申し入れ料で使ういう話もあったんですけど、どうも私のがんのタイプだと使えなかったみたいで、治験もない。国外に聞いたけど、治験もないって言われました。お薬は見つかってるのに、それが保険適用じゃないから使えないと。はい。で、治験もない。で保険適用になるまで待ちましょうと言われました。そういうこと。はい。あるのに使えないって最悪じゃないですか。いやで、私はまだ患者だって言われてるんで、こうやってっていう余裕があるんですけど、これが他のがん患者さんだったら絶望ですよ。書いてあるのに使えない。そう思ったらもうなんという怖い検査なんだって思って、いろんなこと考えてすごいショックを受けてました。そっか、だから下がってるんですよね、このね状態がね。なんでこんな目に遭うんだっていうです。そっか、じゃあ畑ちゃんももうそれで
待つしかなかったってことですね。そうです。一応、保険適用では使えないことなら自費で使えるんかなと思って、ちょっと調べたんですけど、とても自費で払えるもんじゃありませんでした。1000万とかしてたと思いますね。どれぐらい？ 1000万。そうか。無理と思いました。で、そんな中ね、ちょっとまた上がっていきますが、それが患者会の設立に加わるということで、これどういうことでしょう？ちょうど遺伝子パネル検査を受けて終わった頃に、樋口さんと出会いまして、で、いろいろ話して、ちょっとそうコロナの頃もあって、患者会作りたいねっていう話してて、トントン拍子に話進んでって、9月に設立に向けて動こうってみんなで頑張って動いてて、楽しかったですよ。で、カラーズ作りました。はい。ね、カラーズという患者会をね、はい、樋口舞子さんを筆頭に、はい、こう作られていってというふうな形でね、樋口舞子さんに関してはね、いろいろがんノートにも出てくださったりとかしている、そういったがんの経験者さんでもありますけど、そういったところに畑ちゃんも、加わっていてというふうな形でね、はい。そんな中で下がっていきますが、下がっていかないの？そんなに下がらへんか。じゃあ、薬物療法、キートルーダ。そうですね。この頃、またちょっと 2年ぐらいあるんですけど、座骨神経痛が出てきて、めちゃくちゃ痛くて、ここまで無治療で頑張ってたんですよ。でも無治療だと、この座骨神経痛がどうしようもないもので、何か抗がん剤を再開させてくださいって主治医の先生にお願いして、キートルーダをここから始めて、聞いたらいいなっていうことで。はい。キートルーダを実施していく。そんな中で下がっていきますが、リンパ節や胃に転移をしてしまってと。そうなんです。キートルーダはちょっと一定は効いてたみたいで、肺転移とか縮小してたりしてたんですけど、たまたまペットを取ったら、後腹膜リンパ節が、に腫瘍があると。もしかしてリンパ節腫瘍かもしれないとかっていう話もあったんですけど、それで精査してったら、胃に、腫瘍があって、それ、生検で取ったら、自家腺由来の、がん細胞だったということで、これはリンパ節の方も自家腺の転移だろうということで。はい、これは転移をしてた時、ただ僕がなんか想像しているよりも、その転移してね、骨転移の時はこんな下がってたりとかしましたけど、そこまでめちゃくちゃ下がってはないんですよね。そうなんだ。リンパ節に腫瘍があるって言われた時は、結局ここと後腹膜なんでだいぶ遠いんで、あまり無関係じゃないかっていう話も出てて、でダブルキャンサーだったら、結局自家腺だったらゆっくり成長してるっていうのが分かってるんで、なんとかなるかなっていう思いはあったんですけど、ダブルキャンサーだったらいきなりもう、また死んじゃうかもって思っちゃって、で、転移って自家腺の転移ならまだちょっと飼いならせるかなみたいな、そんな思いですね。そっか、そういうふうな思いでっていうことですね。はい。そんな中で、はい、能登半島の地震が、はい、発生すると、もうこの時期だったんですね。そうですね、ちょうど12月26日ぐらいに胃に転移してますって言われて、で、多分なんですけど、この頃からちょっと腫瘍熱が出てたと思うんですけど、12月31日までちょっと熱出して、ちょっと寝てたんですよ。で、1月31日にちょっと熱が下がったのかな。で、1月1日は、ちょっと熱あったらコロナかもしれないことで、熱下がったならコロナじゃないでって、1月1日、ちょっと家族で一緒に今にいた頃に地震があって、で、公務員なもので、避難所を開設に行かなければならなくなり、行きました。あれごめん、畑ちゃん。避難所を開設に行く。ちょっと待って、避難所、ごめん、聞き間違いかな。避難所に、避難しに行くじゃないの？
公務員で私、避難所開設要員になってたんですよ。で、それだったら、震度5弱以上の地震あったら、もう避難所開設に行けっていう指示があって、そのマニュアルに従って開設に行きました。すごいですよね。1月1日にその指示に従ってみんな開設に行くんですよ、公務員。もちろん電話かけたら県外にいますって言われて少ない人数で頑張りました。そうなのか。班長なもので範囲に電話かけたら、もう今県外ですっていう人が2人ほどいて、お酒飲んでしまいましたというのが終わりましたね。落とそう。そっか。じゃあ、この中でもう、能登半島地震の時は、はたちゃんはお仕事っていうか、もうすぐ避難所を開設するというお仕事をしてたってことですね。プラス班長で電話かけて、指示は覚えて。うわぁ。なんで行かなきゃいけないのかと思いました。うわぁ。でもお仕事なんで。班長はその時はもう。不幸中の幸いか、熱下がった時なのと、多分、アドレナリン全開だったので、この時、前日とかも打骨神経痛が痛かったんですけど、避難所では特に痛くもなく、過ごしてましたね。多分、アドレナリン全開だったんだと思います。なるほどね。めちゃくちゃ寒かったですけどね。いやー、そう思います。体育館で。いやで、そんな中、はい。また薬物療法、またお薬を変えていかれてるんですね。そうですね。この時にようやく、タフィンダー初めて聞いた。遺伝子パネル検査で有効と言われた薬がこれなんです。そういうこと？はい。正確にはメキニストの方らしいんですけど、で、ようやく本当に保険適用になったんで、使えるようになった4年越しです。4年越しに、はい。使えるようになって、だから上がってるんですね。そうです、そうです。そっか。よかった。そんなね、使えるようになって、その治療を進めていくと。そんな中で、休職になっていってしまうというなっていってしまうんじゃないのか。赤色やからポジティブな。このタフィンダーメキニストって、なんか、もうお医者さんも薬剤師さんも扱いが難しいって言ってるほどの薬で、結構副作用が強烈なんですよ。しょっちゅう熱出すもので、治療に専念するならちょっと休職しないと無理だないことで、治療に専念するために休職しますということで、ちょっとさせてもらった感じです。そういうこともあってということですね。ただそんな中でまた下がっていくのが IRA 腸炎で入院肝転移。そうなんですよ。長い間キートルーダー打ってたり、私オプジーボも打ってるんで、免疫チェックポイント阻害薬打ってたら有害事象が出る人は出るということで、それの中で IRA 腸炎というのもあるんですけど、おそらくなんですけど、ちょっと3月に私コロナにかかった時からちょっとお腹の調子が悪くて、ずっと家でお腹痛いというか下痢が激しかったもので、病院に行こうにも病院行くまでにちょっと持たないわいうことでずっと耐えてたんですよ。で、最終的になんとかタイミング見計らって病院行ったら IRA 腸炎ですねみたいな形で。それで1ヶ月半ほど入院してましたね。うわー、そうなんですね。ちょっとさっさと病院行けばよかったと思いました。ずっと耐えてたんですけど。お写真もいただいてます。こちら。はい。これはどういう写真でしょう？この頃からもう行ったら緊急入院ですってよく言われて、このまま入院するいう形ですね。そっか。なんかもうね、もうなんか書かれてるのがね、なんか電話で連絡済みとかね。緊急入院、これか。はい、そうです。
ていう。 5回、IRA 腸炎で入院してますね。ああ、そうなんですか。はい。頻繁にちょっと繰り返して。はい。それ全部。こんなに繰り返す人も少ないらしいですけど。ああ、そうなんですね。それも全部あれ、緊急入院？そうです。事前に分かるものじゃないんで、症状言ったら、入院なんで入院の準備してきてくださいいう感じの時もありましたし、その症状なら入院ですねって言ったら、もう入院セット持ってきてますみたいな時もあります。そっか。はい。そしてその IRA 腸炎っていうのはどんな腸炎なんですか？例えば、安倍首相がかかってた潰瘍性大腸炎とほぼ同じ症状だそうです。ああ、そうなんですね。免疫が暴走して腸炎になる。結局、免疫チェックポイント阻害薬って免疫のブレーキをつけないようにするんで、暴走してる状態なんで、私の免疫が腸で暴走しとるいう感じですね。そういうことですね。皆さんね、医療情報に関しては主治医のね、方に、チェックしてもらえたらということを思いますけれども、そんな中で、肝転移も書いてるんですけど、この時に転移も分かっていく。そうですね。入院して CT を取ったら、どうも肝臓に転移があるようだいうことで。で、やっぱり肝転移って言われたら、もうダメかもってちょっと思いましたね。そっか。だからそういう意味もあって下がってるんですね。そうです。やっぱ肝転移は骨性ナビでショックでしたね。そこからこう上がっていきますが、これは、手術をしていく。ちょっと待って、手術していく前に脳転移って書いてる。どういうこと？そうなんですよ。休職してた後に、12月からちょっと復職して、働いてて、2、3月ぐらいからちょっと、めまいの症状が出てきて、で、3月末日にちょっと、末日だからちょっと仕事しないといけないわ、仕事しててもちょっとフラフラするもんで、職場でもちょっと2回ほど、って倒れとったりしてたんですけど、で、よくよく、とても気持ち悪くて、病院にまた緊急入院して、頭の CT を取ったら、脳転移だよ、いうことで。で、脳転移も終わったと思いました。もう終わったんですけど、手術ができるって言われて、やったーっていう、逆に。終わったと思ったけど、手術ができるぞっていう意味で、ちょっと。そうです。はい。ね。手術の手段があるならやってくださいでした。脳の手術怖くなかったですか？もう緊急手術だったんで、即手術だ。怖かったですよ。なんかもうどうしようもなかったんですけど、やっぱり、こことかになんか止めて固定するらしいですよ、脳の3箇所。なんか、釘か何かみたいの刺して固定しますって言われて、怖っと思ったんですけど、動かないように固定するらしいです。ただ手術は無事終わったんですね。はい、そうなんです。その時は歩けばめまいしてたんですけど、手術したらめまいは消えたんで、手術してよかったなっていう。ねえ、よかった。はい、そこから退職。とうとう、あんなに避難所も開設したりとかいろいろやってたけど、とうとう退職。やっぱりちょっと頻繁にちょっと病院に行くようになって、ちょっと職場にも迷惑かけてるんで、やっぱりやめて気楽になろうと思ってやめました。そんな中で積極的治療の中止。これはどういうことですか？そうですね。また緊急IRA 腸炎で緊急入院したのかな。で、主治医の方からだいぶ体力の方も弱ってるんで、これ以上タフィンダンメキニストを続けるのはお勧めしないことで、積極的治療を中止しましょういうことで、この時はもう親を呼ばれてちょっと説明されました。はい。だからここで薬物療法終わりです。
そういうことですね。積極的治療中止って言われたとき、いやーなんか、僕だったら結構ガクンと下がっちゃうような気がするんですけど、はたちゃんそこまで下がってないようにお見受けするのはこれなんでなんでしょわかりましたっていう感じですね。やっぱり、ここまで、そうですね、脳転移とかもしてるんで、ここまで頑張ったからもうそうなのかなっていう覚悟ですかね。う。そっか、覚悟か。ねえ。はい。そんな中で転院されていくということで、これはもう積極的治療じゃないくなるから転院するってことなんですか？そうですね、はい。もう大学病院通ってたもんで、急性期医療ではなく、緩和ケア病棟のある病院で、地元の方の病院に転院した方がいいんじゃないかということで、急遽転院手続きが進められて転院する形になりましたね。そう、これ結構なんか、何でしょう、地元の病院でこう、見てくれるところを見つけるのが難しいとかいう話を聞いたりはするんですけど、はたちゃん大丈夫でした？入院してる間にパッパッパって決まってたんで、私もちょっとよく分かってないところあります。ちょうど年末だったもので、病院同士でかなりバタバタしてたと思います。はい。そっか。入院してる間にも、決まってたんですね。そうですね。もちろん、IC とかは出てたんですけど、うんうん、手続きとか、ちょっと親とかで何かしてたようで。はい。そっか。だからここで今、あれですよね、緩和ケアを、受けられているってことなんですね。そうです、そうです。はい。どうです緩和ケア受けられてて、なんか、痛みとかっていったところは大丈夫ですか？そうですね。そもそも転院するときに、もう一回入院したら死ぬって言われるぐらいやばかったっぽくって、だから今こうしてあの、特に痛みも抑えて過ごせるのが不思議だなあいう状態なんで。そういう状況なんですね。びっくりしました。そんな中でなんですけれども、はい、ちょっと最後上がっていくところ、それがこちら。ミュージカルを見に行く。ここで、あれなんですね。また外出されたりだとか。はい。そうなんです。転院、もう一回入院したら死ぬって言われてたんですけど、やれることはやってみようっていうことで、ちょっと、樋口さんにミュージカル行きたいんやけど、駅の近くか富山であるって言われたら、大阪の駅に近くにあるよって言われて、1月1日ならチケット取れたって言われて、チャレンジしてみたら行けたんで、私また旅行行けるって思いましたね。そうですね。よかった。本当に。私もよかったです。やっぱできることがあるっていうのはいいです。ですね。できることをね。それをね、実行されてる、なんか、はたちゃんもね、すごいなと思うんですけれどもね。はい。樋口さんの助けを得て、そういったところにですね。はい。ねこんなはたちゃんのね、ペーシェントジャーニー、本当に多分ここに書ききれてないこともたくさんあるんですよね。すいません。本当に、もうこの倍ぐらいあるんですけれども、ちょっとその中でね、ちょっとはたちゃんにちょっと、ポイント、こう抜き出してもらってという風な形で、このような形となりました。そんな中でなんですけれども、次はですね、それぞれのちょっと項目ごとにちょっとお話をお伺いをしていきたいなということを思っております。一つ目の項目、病院や治療の選択といたしまして、どのようにね、病院を決めていったのかということだったりとか、めちゃくちゃいろんな治療をされているはたちゃんが何を重視していたかだったりだとか、そういったところをちょっとお伺いできたと思うんですけれども、まず初めの時の病院は、これはもう、地元の病院そうなんです。家に一番近い病院にしました。一番近い病院から、にしてといったところで、そこからどっかのタイミングで、なんかこう、
大きな病院に移るんですか？どうなんでしょう？主治医の先生が大学病院に異動になるっていうので、一緒に大学病院に行った形になります。ああ、それで大学病院。じゃあ、このタイミングぐらい？ここぐらいですかね。すいません。その、もうちょっと、後ぐらいですね。はい。あとぐらい。この転院した。入っていいの前ぐらいですね。じゃあ大学病院で。だから、これ以降は大学病院でっていう感じなんですね。そうです、はい。はい。で、治療をね、もうこんな様々な治療をされたりとか、遺伝子パネル検査のこともね、していったりだとかってありましたけど、この治療の中でなんか、印象に残ってる治療でその選択ってどうでした？もう今となっては、私もともと喉元過ぎれば痛みも忘れる性格で、何が一番辛かったかって言われたら何やろうっていう状態なんですけど、そうなんですよね。ほんまに何やろうっていう状態で。それ、詳しく思い出したら、個別で言ったら、あれもやった、あれもやった、辛かったいうのは出てくるんですけど。そっかそっか。いや、けど治療ね、本当に様々、全部これ自分で決められていきました？それとも、なんか、医師の方がこう、お勧めしてくれたやつをそのままやっていく感じにしました？ほぼ主治医の先生の言う通りです。強いて言うなら、座骨神経痛が痛いんで抗がん剤再開してくださいってお願いした時ぐらいですかね。そっか。それはもう抗がん剤したら、その痛みが消えるだろうからみたいな形ですかね。生きるの望みですね。消えたらいいなですけどね。じゃあそういう時はまあ実際に抗がん剤スタートできたんですね。で、実際痛みは消えたんだと思います。しばらく座骨神経痛は消えたんで、はい。そんな中で今はその緩和ケアに移られているということですけど、何でしょう、医療用麻薬などを使われているのか、どういう形なんでしょう。あまり緩和ケアの治療っていうのをあまりお伺いすることがないので。そう。私も多分例外みたいな人だと思うんですけど、最初入院した時は、それこそ医療用麻薬ナルサスっていうのを8ミリぐらい使ってたんですけど、今実はそのナルサス全く使ってない状態で、そんなに痛くなくって、座骨神経痛が痛い時にトラマドールっていうちょっと医療用麻薬よりちょっと一段階ちょっと弱めのというか、ちょっと麻薬とは言わない痛み止めを使って座骨神経痛を抑えてる形。まあちょっと完全に医療用麻薬っていうのは豚腹でたまに痛い時だけ飲んでるって感じですね。これ今何でしょう、お家にいていらっしゃって、なんかお医者さんがこう在宅でこう回ってきてくださる感じなんですか？いや、来てないです。実は退院するときにすぐベッドを用意しなきゃいけないとかっていう話もあったんですけど、そこから急激に多分回復したのか、今のところちょっとベッドとかもまだ入れずに住んでる状態ですね。じゃあ緩和ケアのところ、病院に行くんですかね？そうなんです。なぜか多分めったにないと思うんですけど、外来で通ったっていう形です。じゃあ緩和ケア外来に通われている。それは地元の病院にっていうことですね。そうです、そうです。はい。はい、ありがとうございます。そんなね、今のはたちゃんのそのような、状況の中で、次、辛かったこと、副作用や後遺症で、これ大変だったなとかっていう、さっきね、脱毛が嫌だっていう話もあったりとか、今の座骨神経っていったところでも全然構わないんですけれども、これ大変だった、辛かったって言った時はいつだったでしょうか？そうですね。脱毛も本当は最初嫌でたまらなかったりしたんですけど、実際抜けてしまえば、シャンプー楽だな、乾かすの楽だなとかって思ったりしたり、で、髪の毛抜けるのも実は放射線治療でも実は抜けるんですよ。だから襟足の方ちょっと抜けてた頃があって、それはちょっと髪の毛縛ってごまかしてたりしてて。でさらに言うなら、脳の手術の時も、
後ろガーって刈り上げされて、今もちょっとハゲてるんですよ。伸びてはいるんですけど。で、嫌だなと思いながら、髪の毛乾かすのは楽だなとかっていい点も見つけて、まあいっかみたいな。じゃあ今悩まされてるやつは特段大丈夫そうですかね。その放射線治療で、晩期障害っていうので、顎骨壊死っていうのがあるんですよ。で、それ多分私なってて、なってるんですよ。で、まあ、それも痛かったんですけど、今そこまで痛くないもんで、そうなんですよ。痛い時はほんまに嫌でしたよ。なぜかわからないですけど、そこまで痛くない。それに対しての対処はどうやったらいいんですか？なんか直しようがないみたいですよ。まあ、強いて言うなら、めちゃくちゃ歯をきれいにして歯磨き一生懸命すれば抑えられるみたいなんで、それは気をつけてるんですけど、そんなに広がってないのはやっぱすぐ歯磨きしてるおかげだとは思います。そんな中でですね、次こちら、辛い時、支えになったことやものなどあれば教えていただきたいんですけれども、はたちゃんが支えにしているもの、何かありますでしょうか？そうですね。基本的にがんだからといって何かを諦めたくなかったもので、もう積極的に旅行に行ってましたね。入院するかもしれないとか、そんなこと一切思わずに。それがちょっと精神的に良かったのかな。例えばどこに行かれました？いっぱい行きましたよ。日光とか、伊勢とか、出雲とか。つい最近ではアドベンチャーワールドとかも行ってきましたね。そうなんですね。便利なんですけど、はい。エンペラーペンギンのひなを見に。はい。そっか、じゃあ、行きたいところにはしっかり行くっていうのが、自分にとって支えになったってことですね。そうで、行けるんだっていうことと、目標があるんだいうことですね。はい。そして次こちら、家族のことについてちょっとお伺いしていきたいなと思っています。家族、ご両親だったりね、妹さん、弟さんいらっしゃるというお話でしたけれども、そのお父様やお母様のサポート、もしくは妹さん、お父さんのサポート、そういったところをちょっとお伺いしたいんですけれども、家族に関してどうでした？サポートというか、接してくれてこれ嬉しかったよとか、これはこうしてほしかったよとか、そういったものありますでしょうか？実は、ステージ1の時は、両親同伴で説明聞いてて、両親は知ってるんですけど、その後転院した時に、両親に言ってないもので、多分10年間ぐらい私が転院していることを全く知らなかったと思います、家族は。ここ最近ですね。じゃあ大学病院に転院してたのを家族は知らなかったってことですね。経過観察しとると思ってると思います、多分。で、頻繁に入院してるのも、結局、耳じゃなくて腸とかで入院してたんで、なんか調子悪いんかなぐらいで思ってたんだと思う。今はもうご存知？バレました。バレて。別にそれは家族になんか特段心配かけないでおこうとかそういったことなんですか？どうなんでしょう？心配かけないでおこうというか、もしかして家の中がお葬式みたいな雰囲気になるのがすごく嫌で、それなら言わないでおこうが10年間続いた。はい。そうなんですね。なんか私ちょっと沈黙とか悲しんでる人見るのちょっと辛いんで、はい。そっかそっか。だからもうみんなが今まで通りいつも通り接してね、できるような感じで、こう明るい家庭の方がいいなと思ってはらちゃんはそのまましてたんですね。そっか。そっか。バレて大丈夫でした？はらちゃん。バレて私もお葬式になるかと思ったんですけど、意外と私と同じで普通でした。だからそんなことは最初から言ってもよかったかもなとかって思ったりは。そっかそっか。すごい普通でした。で、みんなで一緒に掃除して介護ベッド入れるぞみたいな。
当時、そういう、エアコン入れぞとかでやってました。うんうんうんね、そういう感じだとね、こっちの患者としてもね、気兼ねなくいけますもんね。そうですね。やっぱり、そうですね。それくらい普通に接してくれた方が、やっぱり嬉しいですね。はい。で、家族はね、まあ、そのように、接してくれてっていうことではありましたが、なんかなんでしょう。まあ、弟さん、妹さんもいらっしゃるっていうことなので、なんか弟さん、妹さんのサポートとかっていうのはいかがでしたか？同居されてるんですよね？そうなんです。やっぱり私、今ちょっと、2階ちょっと、自分の部屋があったもんで、1階じゃないと都合が悪いだろういうことで、最初、弟の部屋を譲ってくれるとかっていう話があって、でも、弟の部屋より、父親が自分の部屋の方を譲った方がいいんじゃないかとかって譲り合いがあって、ちょっと今、父親の部屋をちょっと介護用の部屋にするっていう話があったりしてます。そっか、1階の方がいいんですもんね、それはね。はい。で、それが聞いてたらありがたいなとは思いますね。譲り合いで、自分の部屋譲る、自分の部屋譲るっていうのは。そんな、中でね、ちょっと系統はちょっと変わってしまうのですが、次にこの妊用性についてもお話をお伺いしたいなと思います。妊用性、こうね、子供を作る能力といったことを言われてたりとかするんですけれども、治療の際にこういった説明とかっていうのは医療者からありましたか？ありました。一番最初の、ステージ1で、一応ステージ1だけど、腫瘍が2.8センチあって、ステージ2に準じた方がいいんじゃないかということで、TS は1年間ちょっと継続することだったんですけど、ただ、あくまでステージ2に準じてるいうことなんで、妊娠とかの話とかあるなら、TS1 やめてもいいよっていう話はありました。はい、はなちゃんとしてはどうしました？いや、全然予定がないので、日明間飲みました。妊用性ね、結構やっぱ、そういった能力のところにもね、やっぱいろんなダメージとかもあったりとかしますからね。次にですね、ちょっとお伺いしたいのは、お仕事のこととしまして、ということなんですけれども、お仕事。はたちゃんは公務員をされているということでね、先ほども避難所を開設しに行ったりとか、そういったお仕事あったかと思いますけれども、今お仕事は辞められているんですよね。はい。やっぱ仕事と治療の両立難しかったですか？どういう経緯でやっぱ。そうですね。やっぱり放射線治療とかは通院になっちゃうんで、入院してる人もいらっしゃるらしいんですけど、午後から抜けて放射線治療行ってきますって、66グレーの時は約1ヶ月ですし、骨転移の時は2回ありまして、2週間ほど、ちょっと仕事の途中で抜けて放射線治療に行ったりとかしてましたね。そっか。もう職場の人たちはもちろん理解してくださってっていう感じですよね。だと思うんですけど、やっぱ心苦しくて結構長い間、頻繁に今後からさよならとかって言ったり、入院とかもしてたりして、通院とかもあったりすると、そっか。やっぱ休んで、その仕事が滞ってしまうみたいなところがあってことですかね。そう、滞るのもありますし、自分がいない間に誰かがフォローしてくれていてもらったんじゃないかとか、ちょっとありがたいけど申し訳ないという気持ちも強くて、そっか。そういう思いもあって、最終的には退職されていくっていう風な感じなんですかね。そっか。はたちゃん的にはどう？がんと休職もされたりとかしてたと思うんですけど、やっぱ治療と仕事の両立を続けていくっていうのはやっぱ一般的に厳しい？どうなんやろ？私的にはすっぱり休んで治療した方がいいんじゃないかなって思ってたりもしたんですけど、そうするとお金が入らないじゃないですか。そうなんですよ。で、
で、結局、そこに安易に流さずに働きながら、がん治療を続けていたおかげで、今、こうやって、貯蓄でなんとか過ごせるお金も貯まったんで、結果オーライやったのかなって働きながら、避難所も開設して働いてたのは、はい。そうね。そっか。はい。ねえ、いや、すごいよね。だから働きながらね、こう治療もしていってというふうな肌ちゃんは。で、今ね、ちょっとね、お金の話もありましたので、ちょっとだけお金の話にちょっと移らせていただきます。お金や保険ということで、何か、肌ちゃん民間の保険とか入られてました？入ってました、実は。おお、そうなんですね。そっか。それはどういった種類の保険？一つは、全労災でよくなんか、入社してたの時に入りませんかいうので、何も分からず入った保険が一つと、もう一つはちょっとたまたま仕事で、中学生の時の同級生に出会って、保険の外交員になってて、保険に入らないって言われて、で、その同級生の勧めるままに保険に入ったら、がん保険特約付きだったいうことです。そうなんですね。そっか。じゃあその同級生に勧められた保険とかそういったものを活用して今治療とかそういったところを工面していった感じなんですか？そうなんです。で、その同級生に会ったのはもう30ぐらいの時に保険に入って、で、もう33でもうがんになって、で、がんになったら保険料免除の特約があるもんで、もう保険料払ってないんですよ、その保険料。でも、なかなかいい保険内容で、入院したら1万3000円ぐらい入るんですかね、1日、その保険。で、もう一つの保険も入院したら5000円ぐらい入るんで、1日入院したら、実は働いてるより、給料がいいみたいな。実はみたいな。びっくりですよね。いう保険があったおかげで、ちょっと楽というか、治療は、負担は軽減されてましたね。治療ね、様々な2011年かの時から、良性の腫瘍だろうと思われた時から治療というかあれが入っていって、積極的治療を中止していっても、今緩和ケアでね、お金はかかっていくわけですし、トータルで、どれぐらい、もう細かくじゃなくていいので、なんかどれぐらいかかってると思います？肌ちゃん的に。いや、1000万弱じゃないですかね、わからないです。でも、保険とか、そうですね。高額療費はまた別ですね。自分が払ったのは、100はいかないかな、200万。数百万だとは思いますね。はい。そういったものは、先ほどの保険で賄えました？それともご自身で、なんか貯金とか崩されました？保険で賄えました。ほぼ保険で賄ってます。はい。そうなんですよ。同級生のおかげです、本当に。いや、本当同級生ありがとうございます。保険料払わなくていいっていうのと、保険料が入ってくるのはダブルで大きかったんで。ね、そういった肌ちゃんの場合はそういうような形でね、工面されていってということだったんですね。そしてですね、ちょっと次にちょっとお伺いしたいのが、こちら、工夫したこと。はい。これは工夫したこと、入院中でもいいですし、今の生活でもいいんですけれども、何かこういう工夫してるよっていうものもあれば、何か教えていただけますでしょうか？私も多分もともと何かいい方法がないかって探すのが好きなタイプで、そうですね。なんか、今も、座骨神経痛に対しては、回路貼ったら楽になるって分かったら、回路を病院でも貼ってたりしてましたし、はい。そっか。なんかそういう座骨神経は別に、回路貼ってよくなりました？集めたらよくなるんですよ。なぜか私の場合は。はい。なんか、痛み止めより効くもんで、回路をずっと貼ってましたね。よかった。はい。そして次、こちらですね。
がんになる前と後でなんか変わったこと、これ気持ち面でもいいですし、生活面でも何でも構いませんけれども、がんになる前と後で、はたちゃんの変わったこと教えていただけますでしょうか？今ではもう47なんですけど、がんにかかった当時は33で、綾世代のかかってたもんで、やっぱりがんにかかったら、他の同じ世代の人と隔絶は感じますね。いろんな普通が自分では普通じゃない。感じません？そうですね。普通がね。何かが違うんですよ。何かが違うんです。何か溝があるんですよ。そっか。その溝が結構、がんになる前と後で変わったなって、その溝を感じるようになったら変わったなっていうことなんですかね。そうですね。はい。でもその溝が悪いっていうわけじゃないんですけど、何か絶対分かり合えないものがあるって、がんになった人となってない人、若くしてあるなっては思いますね。はい。だから、その溝があるからしょうがないなって思う時もたまにあります。はい。そしてね、遠隔転移が分かった後などもね、やっぱ気持ちとかも変わったんじゃないですか？やっぱり時間は大切ですね。はい。時間を大切にしようとは思うつつ、昼寝をするのはなぜだろう。でも大事、もう、至福の時を感じれますからね。わかります。ね、でも、長い間寝たら、寝てよかったんかなって方は。ちょっとね、罪悪感もあるっていうね。確かに。いや、まあ、そのような形でね、がんになる前とあって変わったことといたしまして、あと、情報なんですけれども、はたちゃんがなんか何の情報で、がんの情報を手に入れたか、ブログ、SNS、医療者だったりとか、ホームページだったり、いろんなあると思うんですけど、はたちゃんの場合は何で情報を手に入れてましたか？私はあんまり深く調べるのが怖いタイプなんで、あんまり調べないんですけど、ある程度、なんか、慣れてきたら、ちょっと情報調べたくなるんで、ネットでは調べてましたね。はい。ネットでもどんな病名入れてとかと出てくるサイトってことですね。はい。そっか、がん情報サービスとかそういったものとかではなく、特段そのサイト名とか決めず出てくるものそうですね。かなり昔の話なんで、はい。今ならまたちょっと変わってるかもしれないですけど。はい。次にこちら、あの時の自分へという風な形で、これはがん告知の時でもいいですし、他のね、なんか手術の後だったりとか、放射線の後、何でも構いませんけれども、なんかはたちゃんがあの時の自分に声かけるとしたら、どんな声をかけますかというのをちょっとお伺いしたいんですけど、いつの自分に声をかけますでしょうか？やっぱりがん告知を受けた時あたりの自分に、あの時はもう自分何か悪いことしたんじゃないだろうか、そういえばあんな悪いことしたなとか、自分の悪いことばっかり反省してたんですけど、全然悪いことしたからがんじゃないですし、悪いことしたと思ってもないです、今。やっぱ14年経つと思わないです。悪いことしたからなるわけじゃないです。悪いこともしてません。むしろ私、看護師さんに、いい人だから神様が先に呼ぶんだよってまで言われたことあるんで、いい人説をします。いい人だからだよと。悪いことしたんだよ。でもダメだよ。でも天国には呼ばないでください。確かに。そうですね。だから、そっか。そういう悪いことをしたと思ってたっていう時期があったんですね。自分の中でね。やっぱ思っちゃいますよ。なんか、どんな悪いことしたんだろうとかね。そんな気にしなくてもいいよっていうのは今のはたちゃんからのですね。次にこちら。はい。大切にしたいことといまして、夢や目標だったりとかね、そういったものがあれば、ちょっとお伺いをしていきたいなと思うんですけれども、はたちゃんの大切にしたいこと、していきたいことありますでしょうか？そうですね。私、やっぱりなんか自分ちょっと希少がんで珍しいがんにもなってるのもあって、なんとかこの体験とかが後世に役に立ったらいいなとは思ってて、今遺伝子パネル検査の結果もなんとか役に立ってほしいと思ってるし、なんなら
脳にあったでっかい腫瘍も役に立ててほしいなとも思ってますね。で、そうです。がんノートも誰かの役に立てばいいなと思って。わあ、ありがとうございます。いや、はたちゃんのね、本当ね、長い治療の中でね、こんなこと思ってとか、そういった今のね、闘病の方たちもね、絶対参考できること、すごくあると思いますし。ないかもしれないですけど。いや、だって、はたちゃんがこんなにね、もう再発だったり転移したりとかね、本当、まず個人的なちょっと質問なんですけど、なんではたちゃんはそんなに明るいんですかね。なんか、こういうふうに、何でしょう、さっきね、暗いお通夜のような雰囲気になるのが嫌だっていう話も、されてたと思いますけど、なんか、はたちゃんを見てたら、すごい、なんか逆にこっちが元気もらえるような、そんな、ね、とても、今、がんをね、持ってらっしゃるような、そんなイメージに思わないんですけど、なんか、はたちゃんは意識してることというか、こういう考えてるよとかってあるんですか？多分、特に意識しないのが一番だと思うね。普通に暮らしたいが一番なんだと思う。自分ががんだからとか、そこら辺は考えずに、今の私なら何をするだろうを考えて、で、笑うだろうと思ったら笑うみたいな。そっか。だからがんのことを意識しすぎず、今の自分のこうやりたいことっていうのをしっかりされているっていう感じなんですね。と思いますね。いやー、すごい。なんか、シンプルですけど、すごい響く言葉だなと思います。ここからですね、ちょっと少しインフォメーションを挟ませていただければと思います。はい。がんノートですね。がん経験者のリアルな生活という、こういった書籍にもなっておりますので、もしよかったらね、お手元に取ってみていただければと思います。オーディブルなど、音声媒体でもあります。また、ここまで見てくださった方は、チャンネル登録してくださっている方多いと思うんですけど、もしよかったらですね、まだの方は、チャンネル登録や、そして皆さん高評価ボタンを押していただいたりとか、コメントなどで応援してもらえると嬉しいなと思います。さらに、出演ね、に関しては、応募フォームっていったところがホームページにありますので、はい、こちらで応募いただきますと、事務局からご連絡を差し上げたいなということを思います。はたちゃんが、がんノートに出ようと思ったきっかけっていうのは何かあるんですか？で、ちょうど、そうですね、もともと、そうですね、やっぱりカンテインとかしてて、そろそろなんかほんまに本格的に人に実質的に役に立つことしたいなっていうので、ちょっと積極的治療終わったから、いよいよちょっとがんノートにもチャレンジしてみようかなっていうのもあって、ちょっとチャレンジさせていただきます。いやー、ありがとうございます。本当にね。いや、もうめちゃくちゃ役に立っていると思います。ありがとうございます。はい、そして最後ですね。メッセージといたしまして、視聴者の方々にですね、はたちゃんからメッセージをいただいておりますので、はたちゃん、こちらのメッセージよろしくお願いします。どうぞ。流れる時間が同じなら笑っとこ。私もがんって告知された時すごいショックだったんですけど、ショックだからいうことで、ショックなのもあったんですけど、誰かに話しかけるときに、自分ショックだっていうことを見せなきゃいけないかなと思って、笑うのをちょっとためらってた時があったんですけど、でも笑うのためらってまで、人に話しかけないなんておかしくないって思った瞬間、もう振り切れて、そこからはもう笑える時なら笑っとこうと思って立ち直ったのもあって、流れる時間なら同じなら笑っとこうと私は思っています。あと、自家腺腫瘍いうことで、機能的に笑えない可能性もあったんですよ。で、その機能が残っているのに感謝して笑うというのもありますし、自分が笑っていることで、誰かが自分もいいことあるかもしれないし、誰かにいいことあるかもしれないかなって思ってるのもあるんで、笑えるときなら笑っとこうと私は思ってます。はい、ありがとうございます。このね、流れる時間が同じなら笑っとこう。はたちゃんも笑うのをためらってた時期あるんですね。がんで告知されたばっかりの時に、のほほんって笑ったらおかしいかなって思った時は1日ほどありました。
まあけどそれは自分で違うなと思って。はい、わざわざそんなおかしいな、笑うのをやめてまで、演技してまで病人のふりしなくてもいいんじゃないって、笑いたいと思ったなら笑えばいいんじゃん。たとえ、眼告した後でも、みたいですね。ね、それはまさにそうだと思います。なんかね、やっぱこう、なんかはたちゃんのイメージしたね、なんかすごくやっぱ僕としてもこう、なんかすごく笑ってるイメージっていうのはすごくあるんで、やっぱはたちゃんがね、そうなんです。写真だったらすごいムスッとしてるんですけどね。なんか本当にどれ見てもムスッとしてて、しかも私目閉じたら、眉間しわ寄るんで、なおさら笑ってるような要素はないんですよ、自分からしたら。写真だとね。はい、昔からなんか言われてます。妹の友達も、姉ちゃん、あなたのお姉さんいつも笑ってるねとかって言ってたらしいですし。いや、もうね、はたちゃんが笑うことで多分周りのね、人たちがすごいやっぱ、こう、なんでしょう、明るくなるなっていうのはすごく思いますよね。ありがとうございます。はい、そんなね、はい、はたちゃんも、あっという間のガンノートの収録でありましたけれども、はたちゃんいかがでしたでしょうか？なんかすごい緊張しました。実は、これ、多分、主治医の先生にバレてるんですよ。というと11月の診察の時に、YouTube に出るそうですねって主治医の先生に言われて、なんでですかって聞いたら、樋口さんからでした。なんで知ってるんですかって樋口さんから聞きましただそうです。緊張しますよねって、そうですねっていう話を主治医の先生としてたんで。そうなんですね。そっか。じゃあぜひね、主治医の先生にも見てもらって、ね。もう緩和に行ってますけど。いや、まあだから、緩和行ってるけど。なるほど。すいません。見てもらうのを診察と思いました。ちょっと病気がちなんで。そう、だから言ってますけど、やっぱこう、今こんなにね、天真爛漫じゃない。そういう年じゃない。そういう年じゃない。はたちゃんは変わってませんよっていうことをね、こうね、いきたいなと。はい、はたちゃんありがとうございました。これにてガンノート終了していきたいと思います。またね、皆さん次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイ。ありがとうございました。バイバーイ。